この山の上、金網の向こうに道があるということになっております。この状況でこの上に道があるには思えませんよね。でそれが何のためにこの道があったのかちょっとよく分かりませんけども、この下を下っていき、そしてはい、これねに出口があるんですね。これね、今回はこちら161号線バイパス脇道といったところでしょうか。そちらの方を走っております。で、この上がその161号線バイパスですね。上り線下り線とあるんですけど、こっちの方が新しい道路だと思います。その下のアンダーパスを走ってきますね。そしてこれが、昔からある旧道というかもともとの道のアンダーパスです。でここが謎のループになってまして、こうぐるっと回って上回っていく感じになっています。結果的にここがこの上に道あるんですけど、そちらの方へ向かうループになってます。こうぐるっと回ってこういうループですね。結構謎ループやと思うんですけど、でこのループ途中にこちらの建物、これはおそらくこのトンネルの変電とかの施設だと思います。そしてこの先が、関係者以外の車両通行を禁止するとありますんですけども、このようにね、これはどういうこっちゃ。ここにあるね。ってことは何かい、この先に161号線バイパス行けたんかね。どういうこと。こっちかな。違うね。要はこのトンネルの誰も知らないであろうけど、このような道があるんですね。でこの道は何のために昔あったのかちょっと僕もわからんのですけど、おそらく歩行者用の道路やったんじゃないかなと思うんですね。で車も通れなくはないやるけど、この先ずっと続いております。ただちょっと全部はね行かないでおきますんで、ここの下、下には161号線が通ってるんですけど、その上にね、この金網の向こう、このような道があるんですね。でまっすぐ行くと、結果的に言うとこの本線と合流します。はい。ただそれはちょっとこの先ちょっと入ってはよろしくないんで、ここでやめておきますけども、でこれはおそらく予想ですけども、平成27年ぐらいからここが通行止めになったみたいなんですよ、おそらくね。それまではもしかするとここ歩行者とか通れたんかもしれないですよね。人専用道路じゃなくて一般道路やったんじゃないかなと思います。変電所、蓄電池、災害時停電時用のトンネルの電気施設ですね。はい、ということでね、今はもうこうやって入っちゃいけないんですけど、昔はおそらく透明な間ってことは、これ昔はこう通れたんだと思うんですよね。そしてこのループのこの先、こちらですよね。トンネルを左手に見ながらここへ進みますと、もうここから先は立ち入り禁止になりますけども、おそらくこの先にそれもトンネル関係の施設があるんじゃないかなって、航空地図今見ていただいてると思うんですけど、このような施設があるんで、排気塔なんかな、どうなんですか、そこはちょっと定かじゃないですけど、そのような道になっております。それではこちらの道の補足解説なのだ。この国道161号西大津バイパスの王子山ランプと富士尾奥町ランプの間は過去暫定2車線の制限速度60キロの国道だった。その後2011年に
4車線化され数年は制限速度60キロで歩行者など通行可能だったが、2015年3月10日、歩行者、自転車、小型特殊自動車、原付が通れなくなる代わりに、一部区間が指定速度70キロに引き上げられたのだ。だから今回のこの道はもともと歩行者などが利用していた道だと思われるのだ。これは憶測だけど、当時の標識で車両禁止など示していないから、その頃は自動車も進入可能だったのかもしれないし、別の目的の道だったかもしれないのだ。上の道を歩道としなくてもこの路側帯を歩けるわけだから、山の上の施設への管理どうだったのだろうか。でもトンネル出口の歩道からの動線では山側に誘導してるから、やはり歩道なのだろう。予想や知ってる方コメントしてください。しかしこのトンネルを歩いて通れないとすると、王子ヶ丘公園までは遠回りなのだ。迂回歩道の戸籍越えは近日公開予定なのだ。そして過去に歩けた歩道跡は王子ヶ丘公園側には、ここに過去画像と比較してみるのだ。富士尾奥町ランプ川の比較画像。ちなみに王子山川は指定速度70キロ、京都川は制限速度60キロなのだ。ループの立ち入り禁止の先の謎の建物を検証するのだ。実際に行かれた方の画像がこちら。アンテナは国道関連のものだったようだが撤去されているのだ。施設や速度に関して国道事務所に問い合わせたが返答がなかった。残念。独自に調べたところ、ながらトンネル内の換気のための集中排気、重流排気施設かと思われるのだ。排出ガスが減った今では使ってないのかもしれない。今後ジェットファンやトンネル換気のネタを取り扱っていこうと思うけど、皆さんはどう思われますか？お願い。左下に出てくる商品の表示っていうのを開いてもらうだけでフェマールへの活動支援になりますので、ぜひ毎回押してやってください。昔はここから歩いて行けたんでしょうかね。ここもしかしたらね、どうなんでしょう。ちょっとその辺が定かじゃないんですよね。はい、それでは先ほどの出口のところがでは、ここループの出口のとこですね、このようになっておりまして、この山の上、金網の向こうに道があるということになっております。この状況でこの上に道があるには思えませんよね。でそれが何のためにこの道があったのかちょっとよく分かりませんけども、この下を下っていき、そしてもう間もなくかね、はい、ここですねに出口があるんですね、これね。そして歩道があるとこ見ると、多分やっぱ歩ける道だったのかなとは思います。といった感じで謎の道でございました。このような動画を撮っておりますので、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。バイバイ。